曖昧の使い方。どれが丸ですか？一つだけ丸です。考えましょう。では自分でちょっとしましょう。どうぞ。漢字の読み方、これです。はい、では、私が今日は読みます。1番から読んでいきます。はい。1、先生の説明を聞いて曖昧な理解ができた。はい。2、このスープは塩も醤油も少なくて曖昧な味がする。3、上司の質問に対して多分大丈夫だと思いますと曖昧な返事をした。4、日本の将来の人口減少は誰が見ても曖昧だ。はい。では、曖昧の意味、言います。曖昧の意味はこれです。はい。はっきりしないこと。はっきりしない。はっきりしないです。はっきりしないはどれですか？はっきりしない。英語だと vague とか、ambiguous と言いますね。はい、ambiguous。はい。では、答えを言います。答えは、これです。3番です。3番でした。できましたか？はい。3番。上司の質問に対して。上司は、意味は、会社の自分の上の人ですね。自分が、会社の社員です。上の人。社長、上の人です。自分より上の人です。課長、部長、上の人です。自分より上の人です。上司が自分に質問しました。何か仕事の質問です。はい。上司の質問に対して、多分大丈夫だと思います。と、私返事します。はい。上司が何か聞きました。例えば、何か大切な仕事があります。その仕事、ちょっと大丈夫？あの仕事、明日までにできますか？終わりますか？と上司が聞きました。私たちに聞きました。そして私が、はい、多分できると思います。大丈夫だと思います。本当？本当に大丈夫？と上司は思います。明日までにできるんですか？本当ですか？はいですか？いいですか？どちらですか？ Yes or no? どっちですか？はっきりわからないです。それ、それが曖昧です。はい。この曖昧というのはよくこの曖昧な曖昧な返事と一緒によく使いますので、これでぜひ覚えてください。はい。ですので、ね、英語だとこれですね。give a vague response ですね。はっきりしない答えです。この仕事、明日までにできますか？はい、大丈夫です。できます。これははっきりしてます。おお、よかった。大丈夫ですね。よかった。じゃあ、お願いします。明日までですよ。それか、この仕事、明日までにできますか？すみません。ちょっと明日は間に合いません。明後日、あと2日欲しいですから、明日、明後日までにできます。いいですか？これ、はっきりした返事です。でも、曖昧は、できます、できません。ちょっとよくわからない。どちらですか？これが曖昧。
です。はい。ですので、何でもいいんですよ。いろいろ使えますよ。友達に、来週の週末、土曜日、日曜日、一緒に映画見に行こうよって言って、多分行かれると思う。今は予定がないから大丈夫だと思うよ。でもちょっと今は、わかんないけど、でも行こうね。行こう。本当に行く？来週行く？行きたい気持ちある？はっきりよくわからない。これ、曖昧な返事です。行かない？行かない？はっきりしない？よくわからない。これです。曖昧。返事でぜひ覚えましょう。はい。そして、この曖昧というのは、漢字もあります。ですが、L2 だったらひらがなで出るはずですので、漢字とても難しいから覚えなくていいですよ。そして使い方も難しいです、これ。ですので、まずは皆さんは曖昧な返事、はっきりしない返事で覚えましょう。はい。で、他は全部曖昧使わないです。はい。いい例ですので、ご紹介します。1番は先生の説明を聞いて、が鳴っている、失礼しました。先生の説明を聞いて曖昧な理解ができた。これ曖昧な、はっきりしないけど、100% わからないけど、50%、60%ぐらい先生の話分かった。ね、それ言いたいとき、だったら曖昧は使わないでください。じゃなくて、少し分かった。少し理解ができたとか、もうちょっと分かった。80%ぐらい分かった。だったら大体理解できた。こちら使いましょう。曖昧な理解ができたは言わないです。はい。そしてですね、さっき言わなかったけど、曖昧なはこれ、な形容詞ですね。な形容詞で使います。はい。曖昧な、何々ね。次2番。このスープは塩も醤油も少ない。曖昧な味がする。美味しくないんですね。これの時は、はっきりしない味でいいです。それが薄い味。味が薄い。これはね、もう N3 でも勉強してますから、皆さんよくわかると思います。薄い味。塩も少ないし、醤油もあんまり入ってないし、これ水みたいな味がするな。でもちょっと塩の味するけど、でもあんまりよく味がわからないなという時は曖昧使わないです。味には曖昧使わないです。このテイストね。テイストです。この味は曖昧と味は使わないです。一緒に使わない。はい。いつも使わない。ですので、その時ははっきりしない味。これ使っていいですよ。はっきりしないな。このスーパー、味がはっきりしない。よくわかんないな。OK、OK。いいです。そして最後4番。日本の将来の、人口減少は誰が見ても曖昧だ。曖昧だじゃないです。これは明らかだ。使いましょう。英語の clear ですね。clear。これ L2 の言葉です。明らか。読み方難しいし、意味大切ですので N2 で大切です。覚えましょう。はい。日本の将来、これからの人口が減っている人口、人の数ですね。人の数が減っているのは、もう誰が見ても、もうみんなが分かっていることです。その意味です。はい。皆さん、これもね、覚えておきましょう。日本は子供が少なくなっています。どんどん少なくなっています。日本の女の人、あんまり子供産みません。はい。結婚しない人も多いですね、日本今ね。ですので、おじいさん、おばあさんは多いんですけど、子供はどんどん少なくなっています。ですので、日本の人口はどんどん少なくなっています。はい。ですので、これ、誰が見てもね、もう日本は人が少なくなっているのはもうはっきりわかる。明らかです。と言います。この時。誰が見てもはっきりしている。でもいいですよ。日本の人口減少は誰が見てもはっきりしている。でもいいですが、ちょっとこれ話が難しいことなので、そういう難しい時には明らかという、これも難しい言葉を使います。難しい言葉ですね。ちょうどいいです。バランスがいいです。バランスがいい。だから明らか使いましょう。はい。ですね。ですので、今日は明らか、絶対覚える。と
と、あと曖昧な返事。これも覚えましょう。はい。そしてですね、実は私 Zoom の授業もしてます。Zoom を使って、皆さんと勉強してます。Zoom 知ってますね。Zoom は YouTube とは違います。皆さんとその時間に「こんにちは、元気ですか?」と話しながらこう勉強するです。それですね、ビジネス日本語というコースがあります。はい、今 N2 を勉強している人は十分入ることできます。レベルがちょうどいいと思いますので、もしよかったら来てください。毎週日曜日の19時からしています。日本時間です。はい、これは敬語、会社での敬語、話し方とメール、ビジネスメールの書き方を勉強しています。毎週します。この2つですね、もちろん敬語知ること大事ですし、メールの書き方知ること大事だし、あともう一個、日本人の考え方、文化、そういうの、これ分からないと敬語も上手に使えないんですね。日本人はこうやって考えるからここでこの日本語を使うんだ、この言い方しないと私の話したことはとても良くない、なんかあなた外国人だねって思われてしまう。私敬語正しく使ったのにどうしてなんかすごく嫌な顔してるとなっちゃうんですね。コミュニケーションがうまくいかないですので、そういう日本人の考え方、皆さんの国の人とやっぱり違います。特にビジネスでの仕事の考え方は本当に日本はユニークです。独特です。はい。ですのでそういうこともしっかり勉強できますので、とても面白いし、興味深いと思います。本当に。ですのでぜひね来てみてください。こういうこと勉強できるところ少ないはずですので、ね、待ってます。じゃあ今のビデオレッスンとか、すいません、ズームレッスンですね。ズームレッスンとかビデオレッスン、リーディングのビデオレッスン、読解のビデオレッスン入りたいなという人、ぜひここから申し込んでください。モンシュ .jp というところから申し込みができます。このリンクは今日のビデオの下ディスクリプションに書いてありますので、そこをクリックで、ホームページにジャンプ、そして申し込みしてください。はい、待ってます。じゃあこういう連絡を私の Twitter からもしています。はい、Learning Japanese @ 日本語クラスです。ぜひフォローしてください。いろんな情報を皆さんに出していますので、ぜひ Twitter 使ってください。じゃあ皆さん、読解も簡単ではないですねが、一人で困ってる人、特にコースビデオレッスン使ってください。 YouTube じゃ見られませんからね。はい、申し込んでくださいね。お待ちしてます。今日もありがとうございます。